退職、人生を変える早期退職のための貴重なヒント。随一、バーチウッドファイナンシャルパートナーズ誰もが早期退職したいと願っていますが、それには慎重な計画と時間をかけて一貫した行動が必要です。従来の退職年齢で退職する予定の人よりも、より多くの貯蓄と一生懸命働く必要があることを知っておいてください。重要なのは、退職までに必要な時間は様々な要因によって左右されるということです。早期退職の目標を達成するために役立つ実証済みの推奨事項を以下に示します。予算を立ててそれを守る。安心して退職するために必要な月収を特定します。この金額は主観的であり、お客様自身の好みによって異なります。私はこれらを Google スプレッドシートまたは Excel にリストすることを好みます。これにより、借金の毎月の支払い、支出、収入をリスト化し、毎月の収入から支出を差し引いたキャッシュフローを計算することもできます。キャッシュフローからは、現在の借金を返済するのにどれくらいの時間がかかるかがわかるため、退職後の望ましい月収を決定する前にそれを考慮することができます。保有している貯蓄額や退職金口座の金額も考慮してください。支出、収入、キャッシュフローの計算の変更を維持及び監視します。キャッシュフローを長期的に監視して増加させる。収入を増やし、支出を長期的に削減することで、キャッシュフローを増やします。収入を増やすには、次のことを考慮してください。より多くの時間労働または残業をする。もっと副業を増やしましょう。あなたには自分が知っている以上のことができるのです。オープンマインドでモチベーションを保ちましょう。例えば、大学では19単位以上の学期を持つ3つのスポーツと、住宅アドバイザー、入学担当者、家庭教師、水泳インストラクター、学部長向けのディスレクシア学生の家庭教師という5つの仕事を一度に担当しました。私の父は10年以上、同時に2つのフルタイムの仕事をしていました。軍人は年中無給で働いています。ノアでは、バーモント州ロースクールでの職務を遂行しながら、週84時間労働しました。ただ注意して、睡眠と健康を優先します。速度を落として運転し、運転に支障をきたしたり疲れたりしないように注意してください。3、職場のボーナスを目指して努力する。4、昇給を求める。5、ライティングまたはグラフィックデザインでフリーランスの仕事を始める。6、副業を始める。7、アフィリエイトマーケティング、ネットワークマーケティング、またはデジタル製品の作成と販売を試してください。8、スペースや設備の貸し出し。9、車をレンタルする。10、株式、不動産、仮想通貨に投資する。図3、ジャナス・チャジンスキー著の Amazon ブック https://www.amazon.com 리티링그 하노은 비트코인 하노은 에스테이트 하노은 자나스 하노은 자진스키 하노은 ebook/dp/b0b84hfzfl 例えば、配当金支払いの実績のある高配当株。11、不用品をオンラインまたはガレージセールで売る。
12、有料のアンケートやグループに参加する。13、睡眠中や休暇を取っている間でも利益を得る残余収入を構築する。14、事業者への表、飲料スナックの自動販売機の購入、提供。15、本や音楽から印税を得る。16、事業または不動産の株式を取得する。17、オンラインコース、電子書籍、ソフトウェアなどのデジタル製品やサービスから収益を得る。退職後のことを考えるとき、私たちは必ずしも退職後の出費を削減する必要があるとは限りません。これはインフレにより税金、保険、家賃、その他の支出が常に増加することを理解する必要があるためです。金融の専門家が住宅所有を推奨するのはこのためです。固定金利の住宅ローンは家賃のように値上がりしません。ここでは上記の方法で収入の増加に投資するためのキャッシュフローを増やすために支出を減らすことをお勧めします。アクセスできる資金が増えれば増えるほどお金を稼ぐのは間違いなく簡単になります。はい。国会議事堂を自分で所有する必要はないためアクセスできます。他人から借りたり、提携したりすることも収入を増やすのに役立ちます。特に方向性が必要で、アドバイスなしでは独自に結果を得ることができないと感じる場合は、財務アドバイザーと協力して目標とリスク許容度に沿った投資戦略を開発することを検討してください。ファイナンシャルアドバイザーが顧客の最善の利益を最優先に考える必要がある。認可を受けた受託者であることを確認してください。この人はあなたの利益の一部を受け取ることになり、最大の利益を与える必要はないことを知ってください。人生を変える教訓を学び、自分だけでは不可能な利益を得ることができるかどうかを検討する必要があります。それよりも、一部を危険にさらしたり、成果を他人の手に委ねたりすることなく、すべての利益をコントロールできるように、自分で投資する方が良いでしょう。出費を減らすには、次のことを考慮してください。家で料理する。ストリーミングプラットフォームやジムの会員権などのサブスクリプションの使用を減らす。公共交通機関を利用して、車の購入、維持費、燃料費、保険費、登録料を節約しましょう。アウトレット、安価な店舗、または安価なオンライン購入プラットフォームで買い物をする。有名ブランドの製品ではなく、一般的なブランドを購入する。使用していない電子機器の電源を切ってコンセントを抜く。サーモスタットの温度を下げる。エネルギー効率の高い電化製品を使用する。シャワーの時間を短くして入浴しない。配管の水漏れを修理して無駄を最小限に抑えるなどして光熱費を削減します。クーポンや割引カードを利用する。特典プログラムに参加する。高金利のクレジットカードを先に返済してください。衣類、家具、電化製品などの中古品を買う。必要のないものを衝動買いしないようにする。家を小型化する。図録、小さな家で大きく暮らす YouTube チャンネルアビ、ヘルツ、エンタープライズなどのレンタル代理店から5年以内の新車などの中古車のみを購入してください。特定のブランドの車両は維持費が高くなります。
ビジネスファイナンスと生産性のアルバムリスト内のこのトピックに関する記事を参照してください。マーケティングでは、高価なブランドの購入や高価に見えることを奨励する傾向があります。2023年の現代の起業家にとっての新しいクールには、見栄えが良く快適で高価ではないものへの移行が含まれます。現在、アメリカのような先進国では、誰もが一生に少なくとも一度は訴訟を起こされることになります。スポーツカー、時計、高価なシェードを乗り回し、簡単にターゲットにされない方がずっと良いでしょう。タスクを他の人に委任するか、アシスタントを雇う。これにより、ガーデニング、物の修理、掃除、食料品の買い物、メールの閲覧、運転などの収入が少ない仕事をするのではなく、お金を稼ぐ仕事に時間をより効果的に集中させることができます。図7、timedoctor.com 退職後の予期せぬ出費に備えて余分な貯蓄を確保する。貯蓄をしておけば、混乱の際に経済的に有害な決定を下さずに済みます。雨の日のためにすぐに使える資金を確保しておきましょう。貯蓄を IRA や 401K などの退職口座に投資することを検討する人もいます。他のことにもっと投資できるので、個人的にはこれはお勧めしません。あなたの会社があなたの退職金と一致する場合は、とにかくこのプログラムに投資したいと思うかもしれません。5から 15% の一致があれば、この投資はより収益性が高く、時間をかける価値のあるものになる可能性があります。経済的自由に関する統計。経済的に自由であるということは、自分の時間を自由に使える経済状況であることを意味します。ノースウェスタン・ミューチュアルによる2020年の調査によると、アメリカ人の 22% は退職後の貯蓄がなく、38% は退職後の貯蓄が10万ドル未満です。バンクレートによる2020年の調査では、アメリカ人の 56% が貯蓄額が5000ドル未満であると報告しました。図8、Forbes.com これらの統計は、多くのアメリカ人の貯蓄が不十分で、退職後10年以内に枯渇してしまうことを示しています。彼らは仕事と収入源を維持することを強いられます。早期リタイアするための私の最善のヒントは、残りの収入とキャッシュフローを構築することです。退職後の貯蓄口座ではありません。早期リタイアには、特に早い段階で起立、勤勉、そしてある程度の犠牲が必要であることを覚えておいてください。目標を達成する能力を高めるために、できるだけ早く計画を立てて行動を開始してください。このビデオにご参加いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録して、自分の言語のプレイリストにある残りの動画をチェックして、あなたの生活を真にレベルアップしてください。みんなの癒しブログもございます。アラスカから南極までの私の冒険と自然災害への反応ビデオもありますので、これらのプレイリストもチェックしてください。